皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。じゃーん。なんと近所の視聴者さんからカンジャンケジャンをいただきました。カンジャンなんケジャンなんよくわかりました辛いやつです、ではちょっと早速いただきます。素手ですよね、やっぱり。これ素手で食べるよな。じゃないと、素手で。うまっ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 辛っ。甘っどっち辛っ。身は甘いけど辛い。あとは辛い。辛っ。でも辛いの大好きなんでめちゃくちゃ美味しいです。美味しい。あとは辛い。あとは辛い。身が甘くて美味しい。生食べるなんてって思うとったけど、生でもこんな美味しいんだな。美味しい。驚きです。しかし辛い。いやー、海活性化しとる。そんなにオールよかった。オールカメラ持っていけばよかったけど、こういうに限って持っていってないんよな。よくある。明日持っていく。よくある。明日おらんかったりしてな。何日かおきにおったりおらんかったりだもん。おはようございます。現在出港前ですけど、1メーター恐ろしい出るんでしょうか、船。なんとか港を無事出ました。危ない。漁場の消灯器に着いた時にはもう太陽が出てます。さっきまで真っ暗だったんですけどね。と一番網を開ける前にここと全く同じ漁場の3週間前の様子をアップしたいと思います。巨大ビグロが見えとります。この辺は小川が湧いたとこなんで、多分エイが食べに来てるんでしょう。ハモ対エイ、すごい戦い。カニが見えませんね。よいしょ。イカも小さいし遅れてます。かなり遅れてます、やっぱりね。赤貝。この網はもうハモとエビだけだったみたいですね。ちょっと移動します。しかし本当にあれだけ見えてたカニは潜ってるんですかね。本当どこにいるんでしょうか。ここも小川があった時にカニの新子がうじゃうじゃいたとこなんですけど、もう今は全然見えませんね。あれからもう一段階は最低大きくなってると思うんですけど、その大きくなった姿さえ見えません。もうさすがに脱皮も終わりでしょうから、水温高いと時期が来てももう1回ぐらいするんですかね。大体11月15日過ぎたらもう毎年脱皮してる個体は少ないですけど、たまに遅れが見えたりするんですけど、やっぱ今年もさすがに15を過ぎたらもう脱皮しないんじゃないですかね。分かりませんけど自分も。魚の活性が低いのか、ガラエビぐらいですね、拾うもんが。あまりのなんもない人に撮影をやめたらこっちが落ちてきました。どでかこっち。これはでかい。ちょっと漕ぎながら寄島沖まで。多めに来ました。昨日この漁場でたくさんカニがいたんでですね、フグとかイカもいましたんで、今日もここを一日頑張りたいと思います。自分が取ってくるものの中で、自分の中でですね、三大美味しいの一つ、タイラギ貝です。これはもう刺身でも美味しいし、特に自分は鍋に入れてですね、湯がいて何もつけずにそのまま食べるのが一番好きです。で、意外にこの紐が市場に出回らないんですけど、この紐の部分が美味しいんですよね。これを我が家では佃煮にして食べるんですけど、ご飯にもお酒にも合うと思います。自分が取ってくるものの中で自分の中でナンバーワンかもしれませんね。これかシャコか鳥貝、これがベスト3ですね、自分の中の。2番目にめちゃくちゃいいおかずを発見しました。取れるか、これがもうめっちゃ好きです。これぐらいのサイズの
この城酢の物大好きですね。昔は若い頃は酢の物なんてこのご飯とどうやって食うんならと思うとりましたけど、今はもう酢の物が美味しくてたまりません。これがもうめっちゃ好きですね。俺小さい方が美味しいですね。でこの時期見ませんのでね、あんまり余計に美味しく感じるんですよね、食べたら。続けになりました。この白、これが美味しいんです。はい、食べましょう。はい、うまい。酸っぱい。うまい。うまい。よいしょ。おお、2枚。で、おー、ダブル来ました。親のダブル素晴らしすぎる。フグも見えるしイカも見えますね。ここも完全に活性化しとるな。ちっちゃいけどカニも見えるし、にべによいしょよいしょ。朝一でもうさっき1枚いたんで、これで3つ目。ナイスです。この魚場はですね、10月の終わりに自分が夜行ってた時にあげたハモが、岡口にハモが来てますっていう動画のとこと同じ魚場なんですけど、あの時の映像を見ていただくと分かると思うんですけど、この入るもんが全然違いますね。まあ2べはその時言いましたけど、大佐沖から小東沖ってみんなが言っている10月の終わりにハモが夜にいたところです。よいしょ、エビ。とりあえず生き物を生けてきました。とりあえず生き物を生けてきました。そこまではちょっと一生懸命早めにしないと。まあもうそんなやらなくても生きるのは生きるんですけど、できるだけ生きてもらいたいので早めに生き物だけ先に持っていきます。方面2つゲット、今3つゲットです。さあ今からエビ寄ります。なんかカサカサ言うてますけど、エイっぽいですね。なんか魚場が魚場だけにエイのような気が。落ちてこん。おお、なんとカニまみれの中に羽が。よいしょ。こちらもカニが。よいしょ。また結構入ってましたね、この網も。ナイスナイス。ちょっと指紋ずらしたんですけど、ここにもいるようですんで、この辺ぐるぐる回ります。よいしょ。羽までゲットしました。ナイス。なんと羽までゲットしてナイスです。よいしょよいしょよいしょ。さて先に生け物から。カニもたくさん見えてますけど、カニもかなり見えてますけど、これのかなり大きい10倍ぐらいかなのやつを3匹棒へ出したら帰ってきました。とりあえず生き物から先です。よいしょ。なんせも一番網が上がってからのうちはほぼ動きっぱなしですんでですね。しかしもう夫婦言うてますけど、若い時はへっちゃらだったですけどね、いくらでも動けましたけど、頑張って寄っていきます。じゃん。イカがいい感じですね。おるなかなか本当に信じられないぐらい、本当に信じられないぐらい姿を見せてくれてますけど、全然いなかったんですけど、まあちっちゃいのはいたの分かってたんですけど、どこ行ったんだろうって言ってたんですけどね、みんなで。これだけ出てくるんですね、下の方もカニが。これだけ拾うもんがあると助かりますね。しんどいですけど、結構拾うの大変そうですけど。よいしょ。はい、当然今回もイケモンから先に行きます。よいしょよいしょ。
かり岡山名産おかずです。よいしょ、イカは先に持っていきます。夜だけならいいんですけど、舵もキリキリ、他の船も見ながらタイヤ調節もしないといけません。よいしょ。あれぐらい魚が入るともう走り回る感じです。よいしょ。カニもまだ全部拾えるわけじゃないんで、柔らかいのもいますんでですね、ふんどしが。でもこれだけ拾えました、今の一番。よし、今から池に行きます。ちょっと親のカニの顔見てませんので、そろそろ見たいところですね。ちょっと重たくいってる。お、でも大きいのが中型か。中型がいましたね。よいしょよいしょ。いかにべさん、よいしょ。久しぶりにちょっと親が見えました。ナイスナイス。片爪ですけどナイスです。よいしょ。池も先に寄ってたらハモ出てきました。まだいるんですね、本当に。まあ10月の終わりに夜漁でハモ取ってたところではあるんですけど、桁にまで入るとは。よいしょよいしょ、池に行きまーす。まだおった。まだおる。よいしょ。おお、落ちてきますね。よいしょよし、ナイスナイスナイス。これなんかもう2年超えてるんじゃないですかね。カニの寿命は一応2年らしいですけど、自分が見る限りでは2年半ぐらい生きてるやつもいるっぽいですね。これなんか2年半生きてるんじゃないですかね。お、カニさらにカニか。おお、ちょっと下場を変えたんですが正解だったようです。うわー、さらに多め。これまた2年半ぐらい生きてるんじゃないですかね。しかし何きっかけでこうなるんでしょうかね。全然いなかったものが急に出てきたり、いたものがいなくなったり、本当不思議ですけど。うわ、来た。よいしょ。レンちゃん、カワハギもいます。3連チャン親面、親面3連チャン来ました。今年は海が遅れてるので、というか年々遅れ出してきてますので、出てくるのが遅かったですが、しかし本当に何きっかけでこういう風になるんでしょうかね。本当に不思議です。そしてこれは後日の映像ですが、ついにこういうものまで見え出しました。だんだん皆さんが取ってきだしましたのでですね、自分もいつか入るかなと思ってたんですが、やっとゲットしました。今季一発目です。おー、ついに来ました。なんと朝一で今季初銅満ゲットです。やったー。次当たったら送りますよって言ってたんで、1年越しの約束がやっと果たせれそうです。嬉しいです。弥勒さんに送ってあげたいと思います。今季初ゲットです。じゃん。今季初銅満をゲットいたしました。ノコギリガザミです。年に1匹か2匹しか取れません。ここでは他の漁師さんたちが取ってきてましたんでですね、自分ももういつ取れるかなと思ってたんですけど、やっと1匹ゲットしました。やったね。でですね、去年これを動画にアップした時に、千葉の料理人のミロックさんから
料理したことがないですってコメントいただいてですね、じゃあ来年当たったら送りますと約束してたんで、やっと1年越しの約束が果たせそうです。ちょっとこう約束してたんで取れるかどうかもうヒヤヒヤしてましたけど、よかったです、取れて。1年越しの約束です。危ない危ない。で去年タイの人はですね、タイの人がコメントくれましてですね、タイではですね、これ咳がむちゃくちゃ濃厚なんですけど、ココナッツミルクと混ぜて咳を食べるそうです。確かに美味しそうだな。でですね、ミロクさんにこれを送って料理してもらいたいと思うんですが、できれば今まで作ったことのないような、誰も見たことないような料理バリバリハードルを上げましてしていただきたいと思います。ミロクさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。できれば皆さんでいただいて食レポもお願いします。ミロクさん作った料理でこれ食べてどんな感想なんかも聞きたいんで、できれば食レポもはい、よろしくお願いします。できなかったらいいですけど、はい。ではミロクさんに送りましてですね、ミロクさんに調理してもらいたいと思います。さてどうなるんでしょうかね、このカニが。楽しみです。楽しみです。千葉県まで行っておいで。頑張れ。そしてさらに後日、あざーす、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました、先輩から。1人が1個か2個しか取れないんでですね、1年に1個か2個しか取れないんで頼んでたんですけど、いたらしいんで銅板ゲットしました。このカニはですね、小豆島の方の浜湯くんにプレゼントしたいと思います。浜湯くんがきっと美味しく料理してくれると思いますので、浜湯くんよろしく、美味しくしてあげてください。